シティーズスカイライン2。人口も4万人目前になるも鉄道を使わない縛りで遊んでがっつり渋滞してる我らのネオ静岡。でもそこそこ渋滞しててもまだ詰まってはいない。限界が来るまで渋滞と戦い続けるぞー。なお今回から修正パッチでお送りいたします。まずは道路の改修の際に、一部バス停が消し飛んだのでルートをちょい見直し。地味に面倒なやつ。で今までできることに気づいてなかった、バスの外部接続路線も追加でルート設定。外部接続って鉄道船飛行機だけかと思いきや、バスのルート設定もできたのな。これで外部からの引っ越し移民の車が減るかも。高速の渋滞が少し緩和しそうだな。そういえば高密度地区の一方通行ぐるぐる駐車場は、ほぼ全部満車となりました。大盛況。車の出入りはそれなりに激しいので、たまに渋滞になっております。てかこれだけあっても駐車場足らんのが辛いぜ。なお区画を開放してない南側はまだ空きがあります。区画開放したら速攻こっちも埋まりそうだな。間違えてた中央の地下駐車場の上下の訂正も完了。って下水がちなみに静岡の名産はコッコです。最悪のタイミングでひよこの形した美味しい名物お菓子のネタ入れんな。ごめんちゃい。そんなわけで新たに排水処理施設を建設。ふむふむ、今までの排水の4倍の処理ができて、水もきれいにできる施設か。おっと我らがネオ静岡、大規模都市に認定されました。電車の通ってない2割が小学校中退の大都市。てか新たに開放されたの資金の融資だけになってる。一応現状の全ての施設は開放可能になってたみたいだな。排水処理施設はこんな感じ。立派なのができたな。これで当分汚水問題は平気だぜ。さて静岡の学力をどうにかしなきゃなんねえと思い立ち、教育研究を全開放。追加要素はもうなさそうだし、残りの開発ポイント3つ必要そうなのはとっちまえ思考。で早速大学の隣に総合大学を建てようとしたけど、でけえ。小学校の倍以上のでかさあるな。場所に困ったので道路を新たに敷いて、高密度地区の南に建設だ。総合大学は渋滞起こすイメージないし、交通量多いこの地域にちょうど良さそうだな。相変わらずオフィス需要ゼロだし、総合大学さんには頑張っていただきたい。だな。アップグレードもいくつかあったので、総合大学図書館を増設。学生の卒業確率がちょびっとアップ。続いて総合大学公園も増設。周辺住民の福祉度と健康度が上昇、プラス20野外レクリエーション。そして建ててから思い出す、この町約6割が高校卒業してないと。まずは高校で勉強しろ、あとお前も勉強しろ。やり直し勉強は嫌。そういえばここのところ改修工事した時に、歩道橋壊してそのままだった。そして無理やり地下通路で繋いだ。歩道橋だとバッテンの形とか作れない微妙な制限があるけど、地下なら結構自由に作れるよ。いつか地下鉄敷く時に厄介になる未来が見えるぜ。お次はこの幹線道路の上の方がまだ一方通行の平行道路になってないので改修工事。お散歩中の住民の方にはご迷惑をおかけしますが、どけ工事の邪魔なのはわかるが渡るのくらい待ってやれよ。まあ静岡のエスパーたちならこれくらい対処できますし、歩道橋いらねえだろこいつら。で高速一方通行を妙音と延長。ラウンドアバウト住宅街の上側の土地に、アクセスしやすい道路が敷けたな。さっき歩道橋壊したところは安定のこれに改修完了。元の幹線道路を高架にして、左にショートカットだけなのでサクッとできたぜ。そしてここに新たな区画を開発だ。高密度区画の色塗りも終わってないのに、もう新しい区画作る気かよ。2回連続渋滞解消だけだと視聴者さん飽きそうだし、開発理由がめたい。静岡に国会議事堂が建ったど新しい区画に何建てるのかと思ったら、いきなりとんでもねえもん建ててんじゃねえよ。静岡に首都機能を移転し、静岡を日本の首都にするのだ。さすがにそれは無理あんだろ。日本の首都にふさわしくなるよう、おしゃれっぽい曲線で道路も式式。また無駄な曲線敷きやがって、効率悪いってコメントで怒られるぞ。あえて建物の密度を下げる区画割で、渋滞の発生を抑えているのです。また適当言いやがって。国会議事堂の近くには市役所も建設。輸入費用が 2% 下がるのか、大都市には有効そうな建物だな。アップグレードで市裁判所と都市計画事務所も増築っと。市裁判所が全体のマイナス 5% 犯罪率、都市計画事務所がマイナス 5% 建設レベルコスト。維持費かかるけど効果高そう。お隣には中央銀行を建設って資金が足りないだと？さっき建てた国会議事堂、それは建設費560万の、維持費56万の金食いお化けである。現実世界と同じだね。
こらこらガチで怒られるぞ。ぼーっと渋滞を眺めつつお金が貯まるのを待つ。暇なら渋滞解消しろよ。あ、改修工事する前に勝手に解消された。時間帯で交通量変わるから意外と平気。バス路線の修正の結果を確認。昼のみ運行設定にしてるけど、それなりの数の住民が利用してくれてる模様。外部接続のバスが使用量 90% 超えてたので、バス車庫追加して増便してあげましょ。3つ目の車庫、ここもでかいバス会社になったもんだ。バスのために左折ショートカット追加。細かい気配りもお忘れなく。そして気がついたら財政赤字。100% 国会議事堂のせいだな。ぐぬぬぬぬー、静岡を日本の首都にしたかったのにこれは泣く泣く停止せざるを得ない。まだまだ静岡を日本の中心にするには早すぎたようだな。とりあえずこれで黒字化、街を発展させていつか国会を取り戻すぞー。渋滞緩和のため昼間のみの運行だったバスの営業時間を変更して、夜も走らせるぞー。そして指示をミスり夜間運行のみにしてるのず。ああ、ラウンドアバウト住宅街に大気汚染のアイコンが隣の鉱石資源の採掘の汚染が届いちゃってるのかな？今まで平気だったから修正パッチの影響かもな。とりあえず木とか植えといたら解決せん。いや無理だろ。一時的なものかもしれないしとりあえず様子見で。必殺、面倒ごとは棚上げ。幹線道路が混んでるかと思えばお前か、地下駐車場。近くに脇道を敷いていてんじゃあ。駐車場はマジ混むから、脇道入ったところに作るのがこの世界の作法だぜ。他でも渋滞が発生してるのでちょいちょい修正。大量の車をさばいてノウハウも少しずつ蓄積されてきたから、コツも少し分かってきたな。とはいえ簡単な左折ショートカット作るだけだよ。車が交差しないようにがっつり作るのはめんどい。慣れると修正するより街ごと作り直したくなる、街づくり芸あるあるだな。そして今日の帰宅ラッシュも大混雑。道路はいい感じに修正できてきたのにこれでもダメか。一応車は流れてるから少し待てばいけるかな？ 3 時間後の午後10時、ほぼほぼ渋滞解消できました。混雑はするが一応なんとかなってる感あるな。でも高速はこの時間でも列できちゃってる。そろそろジャンクション工事の覚悟を決める必要がありそうだな。ここの割り込みの原則マジ迷惑。さて資金が貯まったので中央銀行を建てましょ。輸出収入プラス 5%、輸入費用マイナス 5%、ローンの金利がマイナス 2%。それではホイットな。国会は止まってるが立派な行政区になりそうだ。誰だー、運行時間夜間だけにしたバカ者はー。いやお前だろ。穴があったら入りたい。さっきの渋滞の原因多分これだ。大気汚染も変化ないし参ったよ。せっかくクルドサックいっぱいの区画作ったのにこれ崩したくないよな。はぁ、文句ある奴は全員出てけー。左右対称に作った区画などお構いなし、逆らう奴は許さん鬼畜それがうちのレイムさんだ。そんなわけで汚染された場所は駐車場になりました。駐車場はいくらあっても足りないから、まあこれはこれでよしだぜ。新築のぐるぐる駐車場周りが大渋滞。住民の出入りに十字路が狭い間隔さらに駐車場もいっぱい、こりゃ設計ミスと言わざるを得ないな。とりあえず中央の道路を破壊してごまかした。ぐるぐる一方通行だけが残ったから車は流れるだろうが、住民はめちゃ住みにくそう。そして地下道に入るこの道路もがっつり渋滞。高密度地区の住民も増えたし、さすがに道路のキャパオーバーか？どうやら高速の出入りで詰まってる模様。合流部分のここが渋滞しちゃってるよ。こりゃジャンクションの工事するしかねえぞ。めんどい。ここまで来てもやらねえのかよ。高速の渋滞は見なかったことにして、初期住宅街の前を微調整。してたらお気に入りのラウンドアバウトを破壊。何してんだよ。うまく再設置できなかったので、泣く泣くこの形になりました。おい。なんかここ混むなーっと見てたら、一方通行3車線は路側帯駐車できないのか。ここバス停あるからバスの乗り降りで後続の車が止まっちまってたのな。じゃ道路のアップグレで路側帯確保してあげましょ。さて路線をドラッグしてバス停の設定と、路線が多すぎてどれかわからぬ。なんてこった。だーもう、めんどくせー。こうしてこのバス停は廃止され道路も元通りになった。荒ぶった、心を癒す、オルトロス。そいつまだいんのかよ、住民さん逃げてー。なお近隣のホームレスが失踪する事件が相次いで起こっている模様。もしかしてオルトロスが、公園が綺麗になったね、やったね。公園にある段ボールハウスの住民の行方を知る者はいない。
お次は高密度区の駐車場を建てまし。しれっと人口も4万5千人に到達。お前ら車線変更下手すぎん。商業区へ向かう車かな？ちょいちょい回収してるけどまだ足りぬか。見た目がちょっとあれだけど、直接入れる直通路を増設しますか。時間が経てば解消されるレベルの渋滞だけど、いかんせん交通量が増えすぎだぜ。やっとオフィス需要が生まれてきたので、高密度オフィスを銀行の隣に設定。目指せ静岡ウォール街。そしてただいま午後11時過ぎ、街の前景はこんな感じ。完全ではないけどほぼほぼ渋滞解消してるかな？バスの24時間稼働が軌道に乗ったおかげかな？ようわからんが月1万8000人くらい利用してる模様。この時間帯でも使用量多い路線もあるし、バスのありがたみが身に染みました。もうバスの設定やらかさないようにな。さあ1000円。そしてバスがちゃんと動いてても渋滞しまくるジャンクション。高密度住宅区にも影響出ちゃってるし、市長、年貢の納め時でござる。さすがにこれ以上は耐えれそうにない。うおー、こうなったら面倒くさいけど全部ぶっ壊してジャンクション大改修工事だー。白麗霊夢、ついに重いケツを上げ改修工事に乗り出した。誰が重いケツだー、重い腰でしょ。失敬。道路を一気に破壊しお次は絶壁の平坦化。この高低差にはほんと泣かされたよな。既存の道路を壊すと維持費かかりそうで、無理やり使ってたけどほんと使いづらかった。やっはー、平坦化ぎーもちいー。さらば煩わしい傾斜よ、フォーエバー。平坦化してたら思いのほか原生林が街の近くで、森林火災起きたらやばいかと思い伐採。一気に全て消す方法がわからず、一種類ずつ消したので地味に時間がかかった。そして東名高速を敷こうと思ったけど、今回から高さをちょびっと上げて高架に変更。前にお前高架より盛り土の方が見た目好きとか言ってなかったか？高架は直接下に道路敷けるけど、土台がコンクリだと壊さないと道路敷けないから面倒いんだよ。コンクリの方が津波を抑える堤防っぽくて好きだけど、道路の敷きやすさを優先じゃあ。苦渋の選択。そんでビャーっと一直線に伸ばしたのがこちら。まっすぐすぎて眠たくなりそう。最終的にはこんな感じになりそうろー。細かいところは全カット、まさに下道。ではジャンクション刷新したのにお前車線変更下手すぎん。と内心ブチギレながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。ジャンクション工事したのにもかかわらず結局渋滞してしまった霊夢。果たして原因を突き止めこの渋滞を解消できるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。